毎日が楽しいな、楽しい。今日はどんなお客さんが来てくれるかな、なんて。1927年生まれだから97。毎日開けてる方が気が楽な。65日開けてると思う。それが自分の生きがいかなと思って。1927年生まれだから、97。昭和で言ったら昭和2年。今お一人で生活されてるんですか？いや、息子がおります。忙しい時は手伝うけど、そうでない時はね。それだけしかお客さん来ませんもん。何年ぐらい続けられてるんですか？もう50年余りになるね。先代がね、大正の初めぐらいからシャツとかズボンとか雑貨を売ってた。ね、まだ鉄道ができてない時はね、高松からこうってこの道しかなかった。だから繁盛したらしいです。食堂はもう終戦になってから、自分も40くらいになってから始めたんだったかな。終戦後やからの仕事はないし、車が通るだったから車を相手の商売しようっていう。そばは何割そばとか。10割。メリケン粉全然入れないです。メリケン粉のアレルギーの方おるでしょ。そんな方がおって食べられないって言うんですよ。それでもう10割にしたんです。
もう10割何十年にもなりますね。自分とこで引くの。この引く機械を譲ってもらって構えてある。これで作ります。息子が引いてくれる。昔はこの地元のお蕎麦、蕎麦粉を、地元のお蕎麦でやるやつで、だんだん少なくなってきたから、今はもう北海道産が多いね。国産、外国産は使わない。だしはね、かつお節とかいりことかだし粉とか昔の人がしよったようなことしか知らんから。いや、そばの実いいと思ってきたんだけど、なんかビーズとか、これはよくしんけど、これとこれは。焼き飯とおにぎり。ああいうのお寿司とかって取れるときは作るけど、今はもう取れないしね。でないと真冬に来て、ああいう寿司くださいって言って、それはもう、あれはまだ卵ですって。6月1日から解禁だけどね、もう梅雨が明けんと、川の水が出るから取れないからね。
ます。そば作りは誰かから教わったんですか？子供の頃からほら、ばあさんがお祭りでやったら大体作ってましたからね、こんな田舎では。でそんなの見て、お蕎麦の作り方の本を買うてきて読んだり、この辺りはじゃあそばをずっと昔から。作ってましたね。昔はこの石臼でこの穴からそばの実を入れ入て、れて、これを押さえてこうやって回した。これを重ねていいかな。本を読むの好きだから、明治時代の小説が面白い。三章太夫だとか、吾輩が猫であるとかね、ああいうふうなの面白い。この本だったってお客さんが置いて帰って読めってて。おにぎりだけだったかね。生まれたのは大豊町になる。この橋から向こうが大豊町、高知県。徳島と高知の境に境です。あるところですもんね。幼少期と比べてこの辺りは街の雰囲気は変わりました？そうですね。国道だけで7、80人いたね。それが今もう3人だけ。子供は大人になったら都会へ行って就職するでしょ。そしたら戻ってこない。向井さんは何人兄弟になられる？8人ですか？で姉が2人おりますよ。100歳過ぎたって言われて。で弟もみんな元気な。姉おったけどもう2人とも戦死しちゃった。1人の姉は帝大まで行ったけど、東大で出た法学部、頭が良かったね。その影響とかもあってやっぱり本読まれたり勉強されたりはお好きだった？まあそりゃそうですね。うん、戦争が激しくなってきて、自分はもう中学時代から兵隊さんがするようなことを、女の人をなぎなたとか
そんなのやらされたけど、もう本当に勉強度なんて高い月謝は払うけどそうそうしなかったので、終わった時は自分卒業式だ。崩れませんでした。平幕の錦木、高安、もう大野里は霧島戦を終えています。若元春、王鵬、熱海富士に御嶽海。お休みとかはあるんですか？休みって別に誰かのお見舞いに行くとか葬式があって行くとかってそんな時だけでね。正月も明けるし300 65日明けてると思う。大変って感じたら休み構えるわ。その代わりお客さん少ないからこうやって本読んでさ楽しみにして休んだらこれするのがしんどい。だから毎日開けてる方が気が楽な。そうですね。
の時間までの最高気温、各地で見ていくと、特に西日本、東海から西の地域で高いんですけども、30度台前半とか、そう、明日、こういうになると、明日広く雨が降るのは、北陸必要となりそうです。東京圏ではおよそ11万5000人が転入となっています。そのお店をしてて嬉しいことってありますか？嬉しいこと。もう50年余り続けてきたけど、美味しかったですよっていう方はおりますけどね。空いてるんだろうかと思ってきたら空いとったって言ってやってくれる方もおりますけどね。それは嬉しいですね。毎日が楽しいな、楽しい。今日はどんなお客さんが来てくれるかななんて。人とお話しするっていうことはいろんなことを自分の知らんことを教えてもらったりとか退屈はしませんね。最初の頃はそう思わなかったけど今はそう思うね、やっぱりしよってよかったなって、それが自分の生きがいかなと思って。もうずっと料理ですね。16ですね。1000円握ってお腹いっぱいになったらええない思いがあって、ランチは毎日おかわり自由ですね。5杯食べても800円です。毎度いらっしゃい。今日ランチカツ丼ですね。カツ丼はい。はいどうぞ。毎度ありがとうございます。はいどうぞ。ランチ今日カツ丼ですね。カツ丼やったら早いですからね。今日ランチカツ丼食べ放題ですね。毎日食べ放題。はい。はいよ。大行くよ。3つ。はい、ありがとうございます。またお願いします。全部おかわり自由なんで。とんかつも何枚食べても800円。はい、とんかつおかわりね。はい。じゃあまた。ありがとうございます。800円食べ放題いうのはしたかったことですね。すみません、お待たせしました。はい、15分ぐらい。今日カツ丼なんで、カツ丼の丼出しですね、これ。取ってからパン粉切ってつけるんですね。注文取ってから。パン粉はもう生パン粉しか使わないですね、多分うちのとこは。生のパン粉。これで揚げた方がなんか美味しいんですよね。柔らかくなるんですよ。
始まっとった誰持ってきてない？OK。もうずっと料理ですね。16ですね。何店舗かこう修行してお寿司屋さん行った。であとはもう和食、ずっと和食ですね。はい。それはまあ食べる時に刺身なんかね、お金が張るやないですか。1000円握ってお腹いっぱいになったらええない思いがあって食堂こういうスタイルになったんですね。ランチでも1000円以内で自分も食べれなかったんでお金なかったんでいいかなと思っておかわり自由も。でも食べ物屋さんでそういう意感じ味かんねんね。でやりだしたんですね。ランチは毎日おかわり自由ですね。5杯食べても800円です。いっぱい食べても800円です。今日はカツ丼ですけどね。でハマチの刺身定食の時もハマチもおかわり自由。ずっとはい6年間500円でやったんですけど、ちょっと300円値上げしておかわり自由800円です。食べられる人は結構食べますよ。8年目ですかね、今年で。平日は大体食事のサラリーマンさんもう一気に来て一気に行くからね、12時から13時までの休憩時間の中で食べるんで5分かなぐらいではもう提供しますけどね。土日はお酒飲む人の方が多いかもしれません。ここで昼から。中古部分のどこら辺？ライオン通りどっち？一切の隣でカラオケです。あ、もうあれ。まあいいだろう。ここへ来るお客さんは皆姉ちゃんに不安がおる。兄ちゃんと取れた。ラーメン OK。はいよ。と割れるけん。ビールの当て代わりにラーメ予定があるんですか？ン。予定隣。お二人で。いらっしゃいませ。
そうしたこの鶏スープですね。今日はどうしてお店に来られたんですか？どっか美味しい定食屋さんがないかな。美味しいけど。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、毎度ありがとうございます。はいよ。いいお待たせですね。毎度いらっしゃい。はいよ、ランチ行きます。はい、どうぞいらっしゃい。今日ランチカツ丼っすね。カツ丼、はい。はい、どうぞ。毎度ありがとうございます。はいよ。はい。はい、いらっしゃい。どうぞ。毎度。カツ丼8件。はいよ。はい、ありがとうございます。どうぞいらっしゃい。はい、どうぞ。ランチ今日カツ丼っすね。カツ丼やったら早いですからね。今日ランチカツ丼食べ放題ですね。毎日食べ放題。はい。これはここ。はいよ。はい、いらっしゃい。ちょっといっぱいですね。はい、カツ丼。はいよ。いいよ。衣装が一個置いてもね。大行くよ。はいよ、カツ丼の大。はいよ。カツ丼3つ。大と小があります。大と小。はいよ。
カフェライスです。おいしそうです。お願いします。これはオリーブ地鶏。水足しとんや、それ。汁がなくなったと。もう全部ね。終わりそうや。はいよ。おかわり。ここいいですか。はい、どうぞ。はい、お汁がにカツ丼。はい、すみません。はいよ。めちゃくちゃうまい。看板キットって全部なくなった米が。仕事の時はな、もちろんな。休みの時はこれ。休みを入れました。はい、ありがとうございます。またお願いします。はい、カツ丼一丁。3番。これが来期ショーな。失礼します。すみません。卵もなくなったし、だしもなくなって、カツ丼ができないので、とんかつ単品、これも800円に入ってます。全部おかわり自由なんで。とんかつも何枚食べても800円。はい、とんかつおかわり。800円食べ放題いうのはしたかったことですね。それでもこうやって来てくれる人がおるんで、ここだけはやっていこうかなと思ってますね。普通のことを普通にやっていけたらいいかなと思ってますね。特別なことにもしてないですよね。普通に作ってるだけなんで、楽しい会話したりが一番かなって思ってますけどね。じゃあまた。ありがとうございます。コットさん。お願いします。お刺身、朝どれの刺身美味しい。副菜とかこんなにたくさんついてくるっていうのも珍しいかな。年があんたしたやろ。だいぶ。下もしたよ。
人情のある人やと思いますよ。誰に対しても変わらない。よう可愛がってもってるから美味しいですよ全部。このお店は始めてどのくらい経つんですか？もう50年余ってるで、親父が一緒だけ。昔はほらコンビニらがないやん、忙しかったね。夜の10時までし、朝も8時過ぎから。キアダマグロよ。昭和47年にご両親がお店を始めそう、初めてて、ね。僕はよそに勤めちゃったけん。定置網乗りよったけん。椎名大敷の定置網乗り。網を敷いて置いちゅうやつを揚げに行くわけよ。冷蔵庫は氷でやるようにしちゅうけん。お店で出されてるお魚はこの地域の定置網入るやつやけんね。マグロも取れるし、ブリも取れるし。クジラも取れるし。でこれがそのメガマウスいうやつ生きちゃったけどね。その前はこの地域はどんな？何も店やなかったわ。砂利道だけよ。店は全然なかった。人も住んでなかったんですか？ここは住んでなかったね。田んぼばっかりしちゃったり。こちらは何ですか？板のり。定食のね、一品だとは。その時に全部ここまで波が来て千葉に行く台風やった。店の中も全部土砂が入ったけど自動販売機も流れてしまってね、ガラスも全部割れてちょっとこれが道路やけどみんなが来てから手伝って出してくれて、冷蔵庫もクーラーも全部で1週間ぐらい休んじゃったからでその時に水族館が助けて水族館の子がみんな来てね助けてくれて。お店が浸水してダメになってもうそこでやめようって思ったがいい。店がないよここら。ほんで遠藤さんが困るやろ言うてみんなが助けてくれてうまい。道路で工事も料理は誰から教わったんですか？好きで始めたようなもんよ。自然と覚えてきたの。船の上でさばいたりするけんほら自分らが食べるやつを。薪ストーブ、トラックのホイールで作っていうわ。キロ缶の入れる気で。誰あんなあれか。花が。なるほど。中に川と狭の方が年が下やろ。今がそう。年があんた下やろ。だいぶ。下も下よ。ねえ、だいぶ。明日に持ってくるで。もううちもいっぱいなんです。飛んでのあれ一緒疲れたの。ああ、昨日撮影しちゃったな。ああ、撮影しちゃった。どうでも時間したね。はい、どうぞ。
キャベツのしらすあえ、新玉のサラダ、全部変わる。これはねシイラの漬け、弁当のやつ。シイラも室戸で取れた。そうそうそう、定置網で取れもう弁当専門。これは日替わり2つお願いします。自分が。今で。お待たせしました。はい、ごゆっくりどうぞ。お刺身はお味いかがですか？美味しいです。すごい熱い。副菜とかこんなにたくさんついてくるっていうのもなかなか珍しいかなって感じです。つやないが焼き、マグロの心臓。いらっしゃいませ。日替わりと何？お母さん、日替わりって何？日替わりとお刺身、朝どれの日替わりと刺身定食。はい。どうぞいらっしゃいませ。日替わりと刺身定食は朝。今日何にする？今日日替わりで。日替わり。おも。家変わった。はい、お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。刺身美味しいよ。色の魚が美味しいわ。ボリュームがボリュームも結構ある。値段的にも安い。安いな。いや、来るわけねえか、行くわけねえか。やまだそれまで死ねちゅうの。で、しかへん。少し汁がいて。なんか田舎に帰ってくるから。ごちそうさま。はい、ありがとうございます。保険で直せ。どうも。それ、たぬき焼いて、向こうで水かけないと。日替わりでいい。はい。日替わり2つお願いします。お店にはどのくらい通われてるんですか？もう30年ぶりです。波の見てたら、料理してる。どちらから来られてるんですか？僕は尼崎です。もう15年来てるかな。大将とママさんの優しさに。よう可愛がってもんでるから。美味しいです、全部。顔の色がいい。焼けたかどうかわからないけど。やめてみて。いらっしゃいませ。決まりましたか？刺身定食ね。自分が。日替わりが入った。刺身が先。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。
ございます。天狗さん溶岩ほんでこれもう海が変わってしまったなよくあるけでまた火を入れて炊くんですか？そうそうそうこれが明日のうんそうそう2人はどんな方ですか？とても優しいですよ。人情のある人やと思いますよ。誰に対しても変わらないと。言葉は荒いけど情はあると思う。6時過ぎには港行くね、魚買いに椎名漁協いうとこへね、魚を見てその日に使うようなものを探いて帰ってきてさばいたり。簡単なもんやけどね、日替わりお刺身だけなんですか？そうそう、よっぽど刺身のない時はの他のも考えるけど、で毎日仕入れに行かない考えよ。どうしてそこまで？それがうまいもん食わしてやっとると思うよ。弁当もインスタント使わんけどうちはこれはもう明日弁当に入れる出さない